よ。来た。待ってて、こちら。はい、ババンババンバンバアビバビバビバババンババンバンバアビバボボババンババンバンバアビバビバビバババンババンバアビバボボ。はい、藤子さんでございますよ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はお休み前の約1時間10時5分ぐらいから11時ぐらいまでの間、皆様と楽しい時間を共有して、いい夢見れるライブを目指しておりますので、皆様積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半はこのように、にゃんこにカリカリとかつお節を用意しておりますので、猫の姿がそこそこ楽しめると思いますので、猫目的で参加される方は、ぜひ番組の冒頭にスマホを握りしめ、パソコンの画面にかぶりつき、息も止めて瞬きもせず、ご視聴いただくことをお勧めしております。そして、そのままくたばらないようにご注意くださいませ。ちゃんとチャンネル登録とグッドボタンを押して、スパチャを投げてからくたばるようにしてくださいね。で、今画面に収まっておりますのが、グレーのグーちゃん、白茶のゆりさん、画面に収まっておりませんが、三毛猫のたまちゃん、白黒のくーたくん、茶トラのまさるくんと、我が家には全部で5匹のかわいい猫ちゃんがおりますよ。で、5匹のかわいい猫ちゃんがいる生活ってどんな感じなのかなっていうのをちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、猫のことをもうちょっと詳しく知りたいなと思われる方は、概要欄のところに猫紹介してありますので、そちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく概要欄のところに Amazon のウィッシュリストのリンクが貼ってありますので、そちらからシーバーをポチッとご購入いただければ、我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、にゃんこにシーバーあげようかなと思われる方は、そんな便利なシステムをご利用いただくことをお勧めしております。はい。まーちゃくんです。まーちゃくん、お顔見せてちょー。いや、絶対いいや。はい。というわけで、1日1個、猫に関してのお話もしませんので、これから皆様と一緒に乾杯しようと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。で、乾杯の時に、ジャスティースって言いますので、一緒に言っていただけると嬉しいです。で、なんでジャスティースっていうかっていうと、後ろにいるうさ耳をつけていて、左腕が取れている黒い観音様がこの番組のチーママでございまして、名前をたけしと言いますよ。で、たけしの言葉で、乾杯のことをジャスティースって言いますので、一緒に言っていただけると嬉しいです。はい、では行きますよ。せーの。ジャスティース。たまちゃん出てきた。ジャスティース。今日も塩入りのさゆだよ。今日も昨日と同じで鍋いっぱいにおかゆ、おじやを作ってだらだら食べてたのでね、お湯が結構ポットの中に残ってる状態だったので、割とあったかい塩入りのおさゆでございますよ。中が空いてるからな。
塩入りの白湯がうまいな。で、今日はカリカリね、ほぼ残りが少なかったんだよね。で、ちょっとだけ出して、なくなったら出してみたいな感じで揚げてるんでね、絶対的に食べてる量が少ないんで、じゃあ、鰹節かければ食べるのかと思ってさ、カリカリを今日はさ、新しくほぼな、出して、で、鰹節かけて出したのに、今日は食べないな。なんか日によって違うな。ヨッシーさん、ジャスティス、ありがとうございます。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。ね。で、最近は朝黒缶をあげてんだけど、前は黒缶とカリカリと両方あげてたんだけど、最近は黒缶をあげてんだよね。で、にゃんこの転換っていうか、転換にはどうも MCT オイルがいいらしいぞみたいな話だったんでさ、Amazon で MCT オイルを買ったわけよね。で、そうだ、買ったからなと思ってさ、おとといぐらいからその MCT オイルをかき始めたのかな。おとといは開けて猫に舐めさせてみたんだな、どうかなと思って。全然ダメか、大丈夫かっていうので、さらに出して舐めさせてみたら、結構ね、クータとユリさんが興味津々で、で、クータ舐めるかなと思いきや、クータは舐めなかったんだけど、ユリタンが舐めてたんで、じゃあこれは大丈夫だなと思ってさ、最近ね、昨日、一昨日ぐらいからその MCT オイルをさ、黒缶の上に3滴ぐらいね、ポチョンポチョンポチョンと垂らして、で、あげたんだよ。で、最初の日は全然何も問題なく食べたんで、食べたわと思ってさ。で、またね、次の日も同じようにしてあげたら、昨日は食べなかったんだったっけな。で、なんだこれ全然食べないな、なんて思って、まあ昼ぐらいにはなくなってんだけどね。食べるのが遅いっていうのかな。全然食べなくてって感じだったんだけど、でね、今日はどうかなと思ってね、昨日食べなかったからなと思って、やっぱりなんかちょっと匂いが違って食べないのかなと思いきや、今日はなんかあっという間にペロッと食べたからもうなんだよ。全然わかんねえなと思ってな。にゃんこ、日によって違うな。はい、かわいいな。はい、いい子だね。最近ここににゃんこたまるのがハマってるみたいだな。みんなここに来たがるな。で、何の話しますかね。今日も動画の編集してたよって感じだけど、今日は何だったっけな、洗濯して、今日はそんなになんかあんまり晴れっていう感じでもなかったけどね。まあとにかく洗いたいものがいっぱいあるんでさ、ただスペース的に干す場所がないんでね、洗濯機のキャパ的には全然洗えるんだけど、ただ干す場所がないんで、シーツ2枚干しちゃうともう干せないでさ、もうそれの兼ね合いでそんなにあんまり洗濯祭りにもせずっていう感じだったかな。で、今日は何だったっけな。今日は金曜日か。農協行ったのか。農協行って、今日はね、赤い大根と、ビーツと、すんげえちっちゃい、なんだっけ、ズッキーニ2本で100円。いや、2本で100円って言ってもさ、さすがにこれちょっと小さすぎないみたいな。これで100円はちょっと高くないみたいな。なんかそんな感じね。で、相変わらず、ニンニク2かけ100円とかさ。でね、丸々1個だとね、なんか150円だったか、200円だったかな、なんかするんだよね。だからこれ何なんだろうな、なんて思いながらね。なんか玉ねぎね、でっかい玉ねぎと、あとね、なんかしそがセットになったのが100円だったんで、それをどうしようかな、買おうかなと思ったんだけど、まあ、しそうちにいっぱいね、生えてるんで、だから売るほど生えてるんでさ、しそはいらないんだよなって思って、
で、玉ねぎもね、傷ありの玉ねぎだったんだよね。だからどうしようかなと思って。で、結局それは買わずに大根を今日は買ってきてね。で、葉っぱ付きの大根だったんで、大根を、薄くスライスして、で、葉っぱを細かく刻み、で、それをお粥にして、お粥というかおじやにして、で、食べたんだよね。で、今日は歯医者行った日だったんだよね。で、歯医者の帰りにスーパーとか八百屋があるんでね。で、今まではさ、ほら、麻酔されてたからさ、麻酔されてるとさすがになんか買い物しようっていう元気がないんで、しばらく買い物してなかったんだけど、今日は麻酔せず、済んだのでね、今日は買い物行く元気があったので、スーパーに寄って、平飼い卵買ってきて、で、八百屋に寄ったら、なんかね、キャベツ一玉1000円だったっけ ?2000 円だったっけとかって話してなかったっけ最近って思うんだけどさ、なんか全然普通に八百屋で今まで通りぐらいの金額で売ってて、半玉80円だったかなって売ってたんでさ、なんか、あれなんかキャベツ安いと思ってね。キャベツしばらくだからそんなんで食べてなかったから、じゃあこのキャベツでも買っていくかと思ってさ、キャベツ買って、そう、だから今何気にうちにさ、なんか食材がいろいろとあって、で、その農協行った後にスーパーに行ったんだったっけな。納豆買おうかな、どうしようかななんて思ってさ、で、スーパーに行ったんだったっけな。で、なんかしらね、いいもの、買いたいものあるかしらと思ったら、今日はね、キノコね、舞茸と、なんだっけ、エリンギか。舞茸とエリンギのさ、刻んであるやつな、もうすでに刻んであるやつ。最近なんかさ、丸々、もともとのキノコの方は売ってなくて、なんかもうカット済みのばかりになっちゃってね、かわいいな。映ってないんだけど、今ここにゆりたんが丸まっててさ、で、それの背中をぐーちゃんが一生懸命舐めててさ、かわいいな。テータはさ、藤子さん、皆様こんばんは、ボンソは本日もしぶとくやっておりますよ。たぬこさん、こんばんは、ボンソは本日もお付き合いよろしくお願いいたします。で、おじやの中に、舞茸の方は、これ舞茸入れたらうまいかもと思ってね、舞茸の方は入れちゃったんだよね。で、あとは、エリンギの方が残ってるんだよ。だから今ね、冷蔵庫の中に、キャベツと大根もさ、半分だけ使ったんだよね、ケチって。ケチって半分だけ使ったんで、半分残ってるんでね。大根もすげえ大根、でかい大根っていうわけじゃなくて、なんだ、こんくらいの大きさの大根なんだけど、一本全部使っちゃうのは、ちょっと多い気もするし、みたいな感じだったんでね、半分残したんだよね。で、スーパー行って、キノコ買ってきて、で、リンギ残ってんじゃん。で、ね、また歯医者の帰りにスーパー行って、卵買ってきて、で、八百屋でキャベツ買ってきたんでね。なんか今、何気に食材があるんだよね。食材はあるんだけど、何かしら調理しないといけないから、なんか、食べ物がない。食べ物がないので、お腹が空いているよっていうね、感じでございます。ねえ、よしーさん、てんたまさん、たぬこさん、こんばんは。てんたまさん、よしーさん、こんばんは。よしーさん、冬子さんは毎日の運動は何かされていますか？いいえ、私は運動はしない主義です。胸張っていうことでもないけど。運動はしない主義だよ。ただ、運動しないんだけど、方向音痴だしさ、あと東京に住んでるからさ、車持ってないんでね、車持ってないんで、東京住んでる人って田舎の人に比べたらさ、運動量多いんだよね、移動するからさ。だから別に運動必要ない説あるんだよね。で、走ったりとかしたらダメなんで、運動って歩く。歩くぐらいしかね、人間って、したらダメなんだよね。
だから運動はしない主義で、方向音痴なんでさ、道に迷ってやったら歩くじゃん。で、車持ってないから歩くじゃんみたいな感じ。だからそれで十分かな。だから毎日はしてないけど、外出した時はまあそれなりに動くから、まあいいじゃん。みたいなね。そんな感じで、あとはね、骨密度測れるのがあってさ、前はよくね、ファンケルスクエアに行ってたわけよね、銀座の。銀座でファンケルの、サプリかななんかね、飲んでる時があって、で、そこでね、なんか骨密度とか、なんかそういうの調べられるんだよね。無料で。で、乳製品取ってないから私さ。だから骨密度はあんまり自信なかったんだよね。その時は知識なかったから。なんか乳製品取ってないからね、カルシウム足りてないんだろうな、なんて思って、で、骨密度調べてもらったわけよね。そしたらなんかね、骨密度がすげえっていう結果が出て、骨密度すげえっていう結果が出て、なんかされてますっていうふうに聞かれたんだよ。で、いや、方向音痴ですけど、つって。方向音痴だからじゃないですかね、つって。多分歩いてる量が他の人よりね、圧倒的に多いんじゃないかなと思いますけど、そんくらいですかね、みたいな感じで、なんかね、運動されてますっていうつもりで聞いたみたいだったけどさ、なんか、はあっていう感じだったんだよね。だから、乳製品は関係ないなって、その時には、まあ、なんとなく分かったんだけど、ね、最近は乳製品が骨粗鬆症の原因だっていうことが分かってきてるからさ、ああ、よかったよ。乳製品嫌いで助かったよ、みたいなね、ことが最近分かりましたよ。たぬこさん、よーしーさん、てんたまさん、こんばんは。てんたまさん、キノコ類は舞茸に軽く塩コショウして、チーズ乗せてオーブンで温めておつまみにするのが好きです。まあ、好きな人はそうだろうな。好きな人はそうだろうな。私はまあ大概おじや作ってからおじやに入れちゃうことが多いんだけど、まあ、おじやというかスープ類な。なんだっけ、舞茸はどうしようか。舞茸じゃない、エリンギが。エリンギはどうしようかっていう感じだな。エリンギだと、まあ、ソテーにすることとかもあるかな。だから、丸々のさ、パックので買ってきたときはさ、輪切りっていうのかな、エリンギは。輪切りにして、で、それを焼いて、で、まあ、塩コショウだったり、あとは醤油だったり、ね、かけて食べるのがうまいかなっていう感じ。てたまさん、藤子さんは添加物に気をつけているから、骨も大丈夫なのかと。まあね、添加物気をつけ始めたのは、まあ言うても、ここ5、6年ぐらいな感じで、まだ10年は経ってないと思うんだよね。で、癌化するのに20年かかるっていうから、だから20年前に食べてた食べ物が原因になるわけよね。今出てくる症状としたらさ。で、まあ別に、癌かどうかは知らないけど、調べてないから。調べてないから、癌かどうかは知らないけどさ、20年前っつったら全然添加物気をつけてないんだよ。で、まあ、その骨密度測ってもらったりとかしてたのも、サプリ飲んでる時代だからね、サプリ飲んでたのっていつだかなって思うんだけど、そう考えると結婚前だと思うから、まあ20年以上前かなと思うんだけど、いつかな。30年ぐらい、そんな経つのか。そんな経つのか。30年ぐらい前かなと思うけど、だから全然添加物なんか、全くね、知識ない時だからサプリメントなんか飲んでる時代だからね、全く知識ない時だよね。だから、そもそも乳製品飲んでなかったのが、功を奏した感じな。たぬこさん、まあそう読んだ。てんたまさん、うまいよ。そうなんだろうな。チーズ好きな人は多分うまいんだろうな。よしーさん。
都会生活は運動不要論ですか？私もウォーキングだけなので、近いうちに筋トレ再開したいと思ってます。まあそうね、男性は筋トレするの好きみたいだからね。好きなんだったらそれはやればいいと思うんだけどさ、運動しなきゃいけないって思ってるんだとしたら、運動は不要ですよ。胸張って言うなよっていうな。だから歩くのはまあ必要みたいなんだよ。歩くのは必要なんだけど、なんだっけ、呼吸が荒くなる運動はするのは逆効果なんだよね。だから普通に楽に呼吸できる運動っていうのって言ったらもう歩くしかないじゃん。それで言ったらね、全然 OK かなみたいな感じなんだよね。てたわさん、ヨッシーさんは筋トレされてたんですね。ヨッシーさん、はい、数年筋トレやってました。読めないな、ハートで。舞茸かな舞茸のチーズのせ、美味しそうですね。ね。で、そっか、舞茸料理か。舞茸料理っていうと、なんか天ぷらがすぐ思い浮かべちゃうな。自分では作んないけどね。自分では作んないけど、なんか舞茸っていうと天ぷらが思い浮かんじゃうんで。でさ、うちの親戚、まあ、父親のお姉さんね、私のおばさんね、がなんかね、夫婦で舞茸の天ぷらが大好きらしいんだよね。で、ついついどうしてもなんか美味しそうと思って、舞茸の天ぷらをね、食べてしまうみたいなんだけど、その後やっぱりね、油にやられて気持ち悪くなるらしいんだよね。で、それでいつも後悔するっていう話をね、なんか聞いてて、で、それまで私、舞茸の天ぷらって食べたことなかったんだよね。いや、そうなんだなんて思ってて、で、舞茸の天ぷらが出てきた時に、その話を思い出しててさ、いや、胃がやられるのか、大丈夫かななんて思いながら、でもそんな胃がやられるの分かっていつつもやめられないぐらいうまいんだろうと思ってさ、で、まあ、舞茸の天ぷら食べてみたかなっていう感じね。まあ、確かに胃がやられる時もあるし、やられない時もあるし、なんかね、その日の体調によるのか、それともその舞茸の天ぷらの質によるのか知らないけど、なんかね、やられる時とやられない時あるなっていう感じ。ヨッシーさん、焼きナスビも美味しいですよ。うまいよね。焼きナス、ほんとうまいよね。そうそう、わかるわかる。もう、ナス、やばい。なんであんなうまいんだろうかっていう感じよね。ただ家庭菜園でうちでナス作ってもさ、そのナスがうまくないんだよね。スーパーでちゃんとっていうか、売ってるね、農家さんが作ったナスじゃないとさ、美味しくできないんだよね。だから、ナスが上手に作れるといいんだけどな。そうすればさ、その焼きナスもさ、もうたらふく食えんのに。たらふく食えんのになって思うんだけど、うちの家庭菜でナス上手に作れたことないんだよな。てったまさん、舞茸はキノコ類の中でも栄養価が高いのでおすすめですよ。そうなんだね。焼きナスもこの季節美味しいですよね。もう、キノコじゃない。ナスは長いもんね。夏から秋までね、まあ冬以外ね、食べれるっていう感じだから長くていいよな。北海道さん、ジャスティス。ガチャガチャに興味のない北海道さんですね。なんかほら、やたらさ、ガチャガチャの機械どこにでもさ、あるしさ、なんかすっごい量あるじゃんか。ってことはね、ハマってる人がきっと多いから、そういう現象が起きてるんだと思うんでさ、なんかふと思い出して、なんかガチャガチャのね、機械台数めっちゃ並んでんじゃん。で、しかもこの前さ、新千歳空港行った時にもさ、そこにもガチャガチャが並んでたんだけど、そこでなんかおそらく服装からすると CA さんかなんかだと思うんだけどさ、CA さんたちがなんか一生懸命ガチャガチャをやって
てさ、なんか、なんとかが欲しい、なんとかが欲しいとかって、なんか頼むみたいな感じでさ、一生懸命やってる姿が、なんかすげえ印象的で、なんかそれをふと思い出してね、なんかガチャガチャは好きですかみたいなね、質問を今日はしてみたな。てんたまさん、北海道さん、こんばんは。北海道さん、舞茸といえば、北海道の、愛別でいいのかな。愛別です。よしさん、ガチャといえば、親ガチャとかいろいろありますね。ね、親ガチャとか言われるよな。でも、親は自分で選んできてんだよね。だから、親ガチャ失敗したとかじゃなくて、それお前選んでるからなっていう話なんだよな。てんたまさん、北海道さ、舞茸美味しいですよね。ね、美味しいよな。ダイエットにも効果があるんですよ。そうなんだ。まあね、カロリーはないんだっけ？ローカロリーなんだっけ？なんかね、カロリーは低いみたいだけど、まあそれがダイエットに効くのか、それとも栄養的になんかダイエットに効く栄養があるのかな。てーたまさん、ガチャといえば、ヨッシーさんは、ソシャゲのガチャはされてますか？ソシャゲのガチャっていうのがあるのかい？北海道さん、今、にゃーは、めっちゃ酔って、なんかやばそうな感じになってるな。ろれつが回ってない感じになってるな。いつもに輪をかけてやばそうな感じになってるな。北海道はさ、でも本当、食材が豊富だからいいよね。だから別に北海道に行ったからって北海道のもの食べなくてもさ、普通に北海道産のものばっかりスーパーに並んでるからさ、なっていう感じなんだけどね。まあ北海道で食べた方のが新鮮だからいいだろうなっていうのはあるんだけど、ただ普通に北海道産のものばっかりスーパーに並んでっからね。まああとはやっぱり高知だとかさ、なんかね、そういうのかな。最近は、千葉県産とか茨城県産が多かったのかな、この辺だとな、食べ物で言うと。だから、キノコもどこだろうな。茨城県産とかだったりとかすんのかな。だから最近結構なんだろう、高知県産とか、なんかよく見るような気がするけどっていう感じ。えーっと、岡田さんごめん、キーボード押せない。ケンタマさん、携帯ゲームのガチャとか、1回3000円くらいかかるです。そうなんだ。3000円のガチャか。3000円のね、スパチャよろしくお願いします。スパチャよろしくお願いします。ガチャをやったつもりで、スパチャをよろしくお願いいたします。ヨッシーさん、ソーシャル、北海道金が映ったよ。ソーシャルゲームにガチャとかあるんですか？初耳ですね。てんたまさん、北海道さん、ビールですか？北海道さん、鹿児島のうなぎも興味津々。へえ、鹿児島ってうなぎなのか。そういえば今日なんか、どっかのショート動画で、なんだ、空港のさ、なんだっけ、荷物が流れてくるやつあるじゃん。あれにさ、高松行った時はさ、うどんが流れてくるっぽかったんだよね。私は見かけなかったんだけど、なんか夜は流れてこないのかもしれないんだけどさ、なんかうどんが流れてくるバージョンもあるらしいっていうのは、なんとなく見たことあったんだけど、なんかね、うなぎが、流れてくるやつがあって、何これ気持ち悪いんだけどっていうのがあったんだけど、鹿児島空港だったのかな。なんかどっかの空港だったよ。うなぎ
うなぎ気持ち悪いんだけど。うどんは可愛いけどさ、うなぎ気持ち悪いんだけどって思ったんだよね。たぬこさん、北海道産、舞茸、なまらうまいな。北海道弁、なまらめんこいだっけ。うちのにゃんこは、なまらめんこいよ。なまらうまい。舞茸うまいよね。よしさん、なるほど。どのゲームが当たるかわからない。ゲームガチャがあるんですね。ああ、なるほどね。なんかそうそう。で、やっぱりそのショート動画だったか、あ、違うか。なんか LCC の乗り方を説明してる動画を今日見たのかな、改めて。そしたら前はね、なんか結構前の動画だったのかわかんないけど、前はジェットスターだったかピーチだったかで、なんか LCC でなんかガチャがあったらしいね。5000円のガチャがあったらしいんだよ。なんかそれでなんかどこ行きだかわかんない、みたいなやつがあったみたいでさ、なんかへえと思って。ただまあ5000円、なんだろう、往復かな片道かな。まあ LCC で5000円だったらね、片道だとちょっと高そうな感じがするんで、往復かなって勝手に思っちゃったんだけど。往復で5000円だったら安いからいいじゃんねってちょっと思ったんだけど、あれかな片道だったのかな。えーっと、北海道さん、天玉さん、そうそう、ビール。天玉さん、自分はガチャはやりませんが、ゲームの、強キャラ、強キャラを入手するのに、1回に何万も使ってる方が結構いるのでね、そう、だからゲーム課金し始めるとさ、おそらくそうなると思うんだよね。で、ゲームってすぐさ、課金になるじゃんか。だからこれゲーム始めたらアウトだなと思ってね。なんかゲームはやらないっていうふうにしてるけどね、その課金しなきゃできないゲームな。ヨッシーさん、つわもの。てんたまさん、親のクレジットカード使い込んだりね、そんな何万になってくると自分じゃもうね、手に負えなくなってくるもんね。で、もう一回、その親のクレカ使っちゃったら、もうね、またやればいいやっていう風になっちゃうよな。てんたまさん。大阪発の新幹線ガチャというのもありますね。そうそう、なんかね、関西の方でそういうのがさ、あったっぽいんだよね。で、それで、ああ、いいなぁなんて思って、で、調べてたら、なんかキュンパスの情報をそこで知ったわけよ。で、関西ではそういうのがあるんで、関東でもなんかやろうっていうので、なんかそういうのがね、やるらしいよっていう情報をちょうど聞いたんでね、それやりたいと思って。で、キュンパスね。まあ、キュンパスは行き先がわかんないガチャとかっていうシステムではなかったけど、まあ、1万円で1日乗り放題っていうな。なんか、いいよな。そっちの方がいいよな、みたいな感じで、やったぜっていう感じでね、まんまと利用しましたよって感じだったな。ヨッシーさん、ゲームがサクサク進むのは、快感ですから、そうだね。ストレスなくゲーム進めるのは魅力です。そうそう。そうするとね、この先は課金ですよっていう風になるとさ、課金したくなっちゃうもんね。田中さん、何が出てくるかわからない自動、自販機もあります。ああ、ね、そうそう。だから両国でさ、ドスコイドリンク。ドスコイドリンク50円だったっけ。ドスコイドリンクな、なんか、買っとけばよかったなと思って50円だったら。50円だったら買っとけよかったなと思ったけど、ドスコイドリンク何出てくるんだろうと思ったな。そう、あるよね。何が出てくるかわかんないやつな。北海道さん。藤子さんに課金したら何が起こるかなね。やってみよう。やってみよう。何が起こるかね。やってみよう。よしさん。ゲームの世界は夢の中の世界。もう一つの現実です。そうだね。
一生ゲーム内で生活できたら、どんな匂いか。まあ、人生もゲームだからな。ゲームの中のゲームだな。北海道さん。9パス。スポイトリンク50円。うん、両国の動画に、出てますよ。てんたまさん、北海道さん、やってみような。やってみよう。気軽な気持ちでね、酔った勢いに任せて、どんどんやってみような。はい。というわけで、タロットカードタイムにしようか。突然。突然始まる。タロットカードタイム。このシャッフルは皆様のストップの掛け声で止まりますので、ご協力よろしくお願いいたします。にゃこがさ、最近この隙間にさ、よく詰まってんだけどさ、お尻だけ出して、頭だけさ、なんかこたつ机な、この中にさ、なんか突っ込んでるみたいなんだよね。かわいい。かわいい。てんたまさん、一生ゲーム内での生活は、そのゲームの内容、そうだね。内容にもよりますね。そうだね。ヨッシーさん、てんたまさん、無論です。そうだな。私は、農業系っていうか、育てるやつあるじゃん、植物さ。植物、育てるゲームさ、どんどん育つじゃん。順調に育つじゃん。うちはさ、どんなに頑張ったってさ、あんな順調に育たないからさ、もう植えりゃあんなにボンボン育つさ、農業系の、ゲームそこだったら生活困らなそうだからさ、そのゲームの中で、生活していきたいかな。あと、なんて昔ハマったというかさ、シムシティかなシムシティをなんとなくやってみて、で、なんかね、いつの間にかどんどんね、都市がでっかくなってたんだよね。で、もうさ、何がどこがどうなってんのかさ、なんかね、ちょっとずつ作るからさ、わかんなくなってんのにさ、なんかいつの間にか飛行機飛んでるしさ、飛行機飛んでるよ。私飛行機作ってないのにだと思って、勝手に街が成長してくれるところがさ、すげえ、まあ楽しくてね、なんかハマってたかな、みたいのがあるかな。ただもうぐっちゃぐちゃでさ、もう作り直したいなって思ってるのに、なんかもう作り直すこともできないので、それがなんかもう嫌になっちゃって、ああ、もうみたいになってね。だからシムシティの中ではちょっとね、生活したくないかなって思ったけどさ。だから、畑だな。自分がここに何を植えて、あれを植えてってね、やって、で、順調に育つやつな。あれだったら生きてても、楽に暮らせそうとか思ってな。あとは、何があったっけなんか、それだけじゃなかった気がするよね。野菜育てるだけじゃなかったよね。なんかレストランかなんか経営するんだったっけかで、そこに、まあ、作った、食べ物を、なんて、収めて、そうすると美味しい食べ物が出来上がるんだったっけ楽だな。そりゃ楽だな。ゲームの中だからね、健康のこととか気にしなくていいのね。えーっと、北海道さん、こらこら、煽ってはいけません。じゃあ、測ってみようか。測ってみよう、みんなでな。てんたまさん、北海道さんは、ドンとシュトップ。あ、ストップ言われてるシャッフルしまくってたけどな。北海道さん、てんたまさん、今夜は飲みたいのです。いつも飲んでんだろう。吉井さん、お酒は飲みたい時に飲んで良いのではないですか？それが毎日何時となると問題ですが。
ね、そこが北海道さんの場合は問題だ。てんたまさん、シムシティやろうと思いつつやってないですね。そうそう。なんかね、持ってたんだけど、ずっとやってなかったんだよね。やってなかったんだけど、やり始めたら、なんか飛行機飛び始めて、なんかでかいことになってんなと思ってね。で、他の人がやってたんだけどさ、飛行機飛んでないよっていうのでさ、なんで飛行機飛んでんのとか言われてさ、いや、知らない。知らないけど飛行機飛んでるみたいなね、そんな状態だったんだよね。おかえずさん、プットス。てんたまさん、いつも飲んでんだろいつも飲んでんだろうな、おかえずさんはな。こらこら、今夜は特別なのです。そうなんだね。北海道さん、シムシティ好きですね。なんか始めちゃったらね、勝手に大きくなってくれたんだけど、なんかね、深く整理したいと思っても、もうどこをどうしたらいいのかがわかんなくて、もうね、嫌になっちゃったんだよね。めんどくさくなってね。てったまさん、北海道さんは新しい職場でお疲れなので、癒しが欲しいのです。そうなのか。なあちゃん、今日は、新しく会社を設立した記念日なんだな。北海道さん、その通り。はい。では、なんとなくストップいただいたようなので、ここから6枚置きまして、7枚目のカード、今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。では、いきますよ。せーの。1、2、3、4、5、6。で、7枚目のカード。本日はこちらでございます。せーの、じゃじゃん。ドントシュトップのカードだ。ドントシュトップのカードなんで、でもこれ子供だからな。子供用ビールで乾杯みたいな感じかな。てんたまさん。なので、今夜は、ドンとシュトップで、どうぞ。てんたまさん、ほんまやね。ドンとシュトップのカードでね、子供用ビールで乾杯だよ。昔はね、特別なことっていうのかな。自分にご褒美あげたいみたいな時は、アップルパイを買っていい。勝手にするときは、今日はアップルパイを買っていい。1個全部食べていいっていうね、なんか、そんな感じで、山崎のな、菓子パンのアップルパイな、それを買って食べてたよ。北海道さん、天玉さん、すごいっす。えーっと、理説えーっと、理説がありました。北海道さん、アップルパイのご褒美。かわいい。ね、お酒飲めないんでさ。お酒の気分じゃないけどね。アップルパイの気分なんだよね。今だったら、なんだろうな。まあ、アップルパイもいいけれども、焼き芋かな。焼き芋はでも年がら年中食べてるもんな。アップルパイも年がら年中結局食べてたけどさ、最近食べてないからね。焼き芋を食べていいと。でもいつも食べてるからな。何回言うんだ。カップのページ。カップのページ。今日は聖一ですね。これにあるかな。目次。純粋に人を愛する心を持ち、アイディア満載。このカードは人を愛する予感や純粋で感受性が豊かな人物を表します。また、潜在意識から斬新なアイディアが生まれることも意味します。聖一。もうクータがな、へそ天でぐるんぐるんしてるわけよね。で、今、めっちゃ私のこと見てんだけど、
見ないでくださるね。正位置、美男美女、従順、忠実、提案、なんかすっげえたくさんあるからいいよ。めんどくさい。ここ読まない。はい。正位置での意味。カップのページ正位置は心が優しくなれることを表し、人の気持ちを察することができます。周囲から好かれるムードメーカー的存在になれるかもしれません。しかし、誰に対しても信頼を寄せて優しくできるため、利用されないように気をつける必要もあります。また、鋭い直感と潜在的な芸術的能力を、指示しています。このカードは人間関係や人との関わり合いの初期段階を示すこともあります。高いハードルを乗り越えて試練をクリアする必要があるかもしれません。物事の始まりの段階において準備不足であることに不安を感じ、感情的になっていることも表します。ページが実在の人物を表す場合、若い兄弟や子供、または友人である可能性があり、特に想像力に富んだ、繊細な人物を表すでしょう。忠実で周囲からの信頼も厚いでしょうが、理想主義的な人かもしれません。自分が役立てることなら何でもしますよという態度で、自ら心を開き、積極的に人を助けようとします。また、とても、勤勉でひらめきを持っており、みんなから好意を持たれるタイプでしょう。しかし、夢見がちなところがあり、現実離れした発想や言動がたまにあるので、個性的な人だと思われているかもしれません。はい。頭が固い、古い考えの人とは合わないかもしれません。はい。そうですね。えーっと、まとめあるかな。カードを読み解くポイント。ページは子供や見習い。はい。カップの中にいる魚がページの方を向き、ページも魚に目配せして一子を通わせています。魚はサイキック的能力と感受性を象徴。しかしながらページはコードカードの中でもまだ未熟な段階で勉強することが必要です。そのためこのカードは発想力や創造性を磨いていくことを意味しています。自分の中に眠っている可能性を生かして芸術的な分野で活躍できるよう感情のコントロールに励むことが成長の鍵になるでしょう。はい。というわけで、なんだろなんだろうな。アイディア豊富だけど、感情がまだね、未熟なので、その辺、なんちゃらかんちゃらっていうカードでございました。まあ、とりあえず、なんだろうね、乾杯のカードかな。はい。楽しんでいただけてたら幸いでございます。けんたまさん、へそ天ぐるんぐるんは信頼の証。そうなのかだな。カリカリ食べてくれ。北海道さん、理説は認知症の方が家ですることなんだ。はい。天玉さん、北海道さん、それは大変ですね。理説。すごいっす。理説がありました。認知症の方が、家で。それは大変ですね。ゆうたまさん、家出してタクシーにでも乗られると本当大変。タクシーには乗れるんだな。まあ、怪我しないでくれるのが一番だけどっていう感じかね。ね。で、そうね、アップルパイ、今日は食べていいとかっていう時は、免許取った時に、今日はアップルパイ帰りにな、買って一人で全部食べる。って心に誓って、なんか
帰ったりとかね。なんかそんな感じだったかな。なんかひたすら、そう、免許をさ、やたら取ってる時期があったからさ、取ってる時期あったんでね。そういう時にいつもなんかアップルパイを買ってた気がするな。16歳で原付、18歳で普通免許、で、20歳で、えーっと、どっちだったっけ？大型免許が先だったっけ？バイクの免許で、22歳で大型免許で、24歳で二種免許だったかな。だから2年に1回免許を取ってたんで、なんかそのたんびにアップルパイ食べてた気がする。てったまさん。施設を離れて行方不明になると、責任が問われますからね。ああね、責任とかってね、言われると、参っちゃうね。吉井さん、8年程度で亡くなられます。あ、そうなんだね。でも8年間そういうヒヤヒヤしたのが続くのかな。北海道さん、藤子さん、そうそう。怪我なく無事に警察から連絡がありました。そうなんだ。お気の毒様。怪我ないので、警察から連絡があったんだね。この人、怪我ありませんってね。無事に警察から連絡がありました。北海道さん、53歳なのに嬉しくて、おえつして泣きました。と、なんだなんか私、どっかのメッセージ表示されてないな、これ。みんなと話が、合わないもんね。みんなが何の話してるのかわかんないもんね。なんかおそらく北海道さんの、いや、でもお母さんはボケてるなって話してなかったよな。ボケてるのは北海道さんだよな。だから誰の話なんだろうな。なんだろう、認知症の人が家出しちゃって、で、無事帰ってきたよって会話をしてんのかな。53歳なのに嬉しくておえつして泣きましたね。いいじゃないか。そんな感情が揺さぶられることがあってな。ね、感情が揺さぶられることがあるっていいよな。人生満喫してるよな。北海道さん恥ずかしかった。あはは、いいんじゃないのか。ヨシさん、北海道さん、それは良かったですね。感情が揺さぶられる出来事があって、羨ましいよ。またしても私は今日は北海道さんに嫉妬だよ。嫉妬発表会な。てったまさん。北海道さんの勤務している施設で、患者さんが、施設を抜け出して、無事発見されたということでしょうね。おそらくっていうことはなんだ、北海道さんが施設に勤務しているっていうのは知らなかったしな。それはどっかしらで、天玉さんが覚えてる会話をしてたってことかな。でおそらくって感じだから、私が何かしらの、コメントを拾いきれてないわけではなくて、みんなおそらくで想像しながら話し合わせてた感じか。それでうまくつながってる感じかな。北海道さん、そうそう。俺がボケてますね。ボケてるよね、北海道さんね。酔ってるので適当に流してください。はい。いつも適当に流してるんで大丈夫です。北海道さん、天玉さん、ナイスです。天玉さん、介護施設に転勤されたと、あ、そんなこと言ってた。そうなんだ。私は北海道さんは自分でね、独立して自営業になるよって言ってると思ってたからね、
介護施設に転職されたっていうのは、記憶になかった。そっか、そんな会話してたのかな。それとも、その辺のコメント私拾えてない感じかな。まあね、ってことは、その施設でね、そういうことがまた今後あるかもしれないので、そのたんびに北海道さんは、おえつして泣くんだな。そりゃあ、ね、幸せな人生なんじゃないのか。それぐらいにもうね、ほっとする出来事があるっていうのは、またきっといいことを呼び寄せると思うからな。よかったな、ちゅうわけで、竹縄でございますが、いいお時間になってまいりましたので、そろそろお開きにさせていただきまして、調子が良ければ11時ぐらいまで毎日のようにやっておりますので、お時間合うときはお付き合いいただけると嬉しいです。そう、ニータね、老人にも人気あるらしいので、どうぞ、その介護施設のね、入居されてる方のプレゼント用に、ニータをね、大量購入していただければ、いいと思います。おすすめでございます。猫の姿が物足りなかったよって方は、このチャンネルには猫の動画がいっぱいありますので、そちらを全部見ていただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。というわけで、本日もお付き合いありがとうございました。次回も見てくれるかな？はーい。いいとも。じゃんけんぽい。はい。ではでは、いい夢見てね。おやすみなさい。バイなら。